はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は J1 修行を兼ねまして北海道旭川市からマレーシアの首都クアラルンプールに旅行に行った動画のパート1です。皆さん、クアラルンプール行ったことありますか？私は2020年5月に行く予定でしたが、コロナウイルス感染症による渡航宣言で行くことができませんでした。ですので今回初めてクアラルンプールに旅行しました。その旅行の模様を何回かに分けまして紹介していこうと思っております。パート1の動画では北海道の真ん中旭川空港から羽田空港まで JAL に乗りました。その後電車を乗り継いで日暮里のホテルに宿泊するまでの動画になります。 4K 映像かつ二重原稿の字幕を歯車マークから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。はい、今回も北海道の真ん中旭川空港から動画をスタートしたいと思います。クアラルンプールにはずっと行きたいと思っておりましたので、今回行くことができておじさん楽しみですね。この動画の撮影した時期が2022年年末でしたが、この時はまだ雪が少なかったです。この時期はスキーやスノーボードを目的に旭川空港を利用する方も多いと思います。旭川周辺のスキー場につきましてそれぞれの特徴をこちらの動画で紹介しております。旭川周辺のスキー場に行ったことがない方はぜひ旭川空港を利用してお越しいただければと思います。それでは旭川空港の中に入っていこうと思います。旭川空港の1階には ANA 並びにエアグ、そして JAL のチェックインカウンターがあります。私は E チケット控えを持って JAL のチェックインカウンターに行きました。チェックインを済ませた後夕食を食べようと思いましたので2階にありますフードコートに行きました。この日はフードコートかなり混んでいましたね。私は一番奥にあります鉄板アサットで食べました。このお店はフードコートの中でも人気のお店です。私は道産牛ホルモン焼きの A セット1350円を注文しました。道産牛のホルモン焼きは噛めば噛むほど肉の脂のうまみを感じました。そしてもやしはシャキシャキで美味しかったです。ライスは無料で大盛りにしましたがお肉と合いましたね。本当に美味しかったです。私は夕食を食べた後保安検査場に行きました。この時は東京行きのリアド便がありましたので結構乗客が多かったですね。印鑑にはクルーズ会がありました。搭乗まで時間がありましたのでカードラウンジのラウンジ大切に行きました。こちらはクレジットカードのゴールドカード保有者のみ利用できますので一般利用はできません。私はここで搭乗開始時間までゆっくりしておりました。はい、これから旭川空港20時25分発羽田空港行き日本航空 JAL558 便搭乗開始します。この日の機種には国内線ファーストクラスの座席もありました。私はクラス J 席の窓際席に座りました。旭川空港から日本航空 JAL558 便羽田空港に向けて離陸しました。今回登場しました飛行機はボーイング767でした。この機種は国内国際線をカバーする主力の機材として活躍している機種です。以前登場しましたボーイング737に登場した際のモニター映像です。旭川空港から羽田空港までの区間マイルは576マイルです。この旅行の最終目的地でありますマレーシアクアラルンプール空港までは成田空港から3345マイル、距離で5382キロありますのでまだまだ遠いですね。機内では JAL の機内誌でありますスカイワードを見ておりました。2022年12月号では沖縄県の久米島について紹介しておりました。久米島は那覇から59マイル、距離にしますと約95キロにある島です。久米島につきましては過去に私が旅行した模様を YouTube で紹介しております。東洋一の絶景の砂浜と言われております果ての浜などの観光スポット、車エビ料理などのグルメも楽しめる素晴らしい島です。そんな久米島の激辛唐辛子は気ままな親父さんのおすすめするお土産です。
普通の七味唐辛子で満足できない方は Amazon でも買うことができますので買ってほしいと思います。旭川空港を出発して約1時間半ぐらいで東京湾上空を飛行しました。夜景がすごく綺麗でしたね。北海道の真ん中、旭川空港から無事に東京羽田空港に着陸しました。クラス J 席の乗客から機内を出ました。私はスーツケースを預けております手荷物受け取り所まで歩いて行きました。手荷物受け取り所まで結構距離がありましたので再生速度を上げております。羽田空港を利用されている方にはおなじみの風景だと思います。私はスーツケースをピックアップした後、到着出口を出ました。私はこの後この日に泊まった日暮里にありますホテルに向かいました。日暮里までは羽田空港からの距離が約 25km です。日暮里に泊まった理由ですが、遅い時間だったため成田空港まで移動ができなかったからです。そして京成スカイライナーで日暮里から成田空港第2ビルまで最速36分で行くことができるんです。一部の時刻表も載せておりますが、20分間隔で京成スカイライナーを乗ることができます。私は日暮里に行くため、まず羽田空港から東京モノレールに乗りました。私はモノレールに乗ったのが22時半ぐらいでしたが、結構乗客がおりました。途中モノレールからの車窓からレインボーブリッジを見ることができました。浜松町駅で山手線に乗り換えました。もう少し急いでいたら東北線に乗りそうでしたので残念でしたね。私は23時3分発の山手線に乗りました。さすがに遅い時間でしたので空いておりましたね。JR 浜松町駅から約20分で JR 日暮里駅に到着できました。私はとりあえず改札口に向かいました。 JR 日暮里駅を背にホテルまで歩いていきました。途中飲食店街を歩いていきました。JR 日暮里駅から5分ほど歩いたら今回宿泊しましたアルモントホテル日暮里に到着することができました。こちらのホテルは部屋も綺麗でしたし大浴場がありましたので移動の疲れも取ることができました。これで今回の動画は以上になります。パート2の動画を作成した際に紹介する予定のクアラルンプールの映像を見ながらエンディングにさせていただきます。今回の動画はクアラルンプールまでの移動の中で北海道の真ん中旭川空港から羽田空港まで JAL に乗りました。その後モノレールと電車を乗り継ぎで日暮里のホテルまで移動した模様を紹介した動画でした。旭川空港では美味しい牛ホルモンの鉄板焼きを食べることができました。また久しぶりに東京モノレールに乗りましたが車窓からの景色が素晴らしかったです。パート2の動画では成田空港の JAL ファーストクラスラウンジやクアラルンプール空港の様子、そして人気スポットのマロンドールで食事をした模様などの動画を作成していこうと思っております。もしある時にはこちらの動画もぜひご覧いただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。おいさん早くクアラルンプール行きたいな。